学に入ったばっかの頃みたいだよ。全然年取ってない感じ。どうしたのお兄ちゃん。なんか悲しそうな顔してるよ。そうかな、そうかな。半年くらいだよ。お兄ちゃん、私どうかした？お友達もたくさんいるんだよ。あかねちゃんとか、明日から転入してくるまいちゃんだって実はもうとっくに仲いいんだ。お兄ちゃんたらいつまでも子供扱いなんだから、もう私子供じゃないよ。いろいろ私も成長してるんだから。でもみどり先生が言ってたのはこのことだったのか。やられたな。仲のいい先生でね、仲良くなったのは先生になる前なんだけど、その先生が今度私にいいことがあるって言ったんだよ。何のことかは教えてくれなかったんだけど、みどり先生このこと知ってたんだ。普段から高村ってお兄ちゃんがいるからって話してたからかなって。それにしてもびっくりだよ。お兄ちゃんが法科学
なるんだよね。やっぱりお父さんと関係あるの？お父さん、もう見つからないの？だからお兄ちゃんが来たの？お父さん、やっぱり。そうかも。お父さん大丈夫だよね。お父さんだ。そうだよね。でもお兄ちゃんには全然似合わないね。鋼の肉体じゃないし。それに判断力も結構優柔不断な感じだもんな。何より絶対ベンガローハットなんて似合わないだろうし。ねえねえお兄ちゃん、お兄ちゃんって風花町でお家借りてるの？どこどこ？どんなところなの？それじゃあ私、お兄ちゃんのお家の一番最初のお客さんになってもいい？そんなことはないよ。お兄ちゃん待ってよ。
将宮だよ、ここ。それだったら気のせいじゃないと思うよ。たまにいるんだよ、恋のおまじない。そうそう、それこそがおまじないの正体なんだよ。なんでも、ほらほら、行こう。新しいお家見たいよ。Hello? Hello? Yeah. Oh, are you on your way? Oh, okay. Oh, yeah. Jimmy Susie Parkway? Okay, then dress up. Hey, I'm going to be coming out soon. Just let me dress up and out the door. お手伝いさんみたいな感じ。とってもお世話になってるよ。Yeah. Yeah, man. もちろん日本人だよ。やだお兄ちゃん、相性だよ、相性。嵯峨野さんっていうの。私がちっちゃな時からよくお父さんのお手伝いとかしに来てくれてて、お父さんが嵯峨野さんのことをサギーって言ってるから、小さかった私もそう呼ぶようになって、それっきり。そうだね。その頃はサギあまりうちに来てなかった頃かも。外国にも行ってたりしたみたいだから。そうだよ。の木？みんな運命の木って呼んでるよ。いつ誰が呼び始めたのかは知らないけど。木の名前にあやかってこの木の下で告白をする子たちもいるんだよ。
恋愛禁止のくせに恋のおまじないみたいなネタが豊富な学校なんだよね。どうなんだろう。恋愛禁止になったのも最近らしいんだよね。今の理事長に変わってからみたい。ちょっと暗いけど、でも事件とかはあまりないよ。せいぜい落雷とかたまに爆発騒ぎがあるくらいで、あとは地震も多いかな。割と多いよ、この町。私は一度もないよ。でもお兄ちゃんに言われてみるとちょっと不思議かもね。私はもう慣れちゃってたけど。そんなすごい被害とかって出たことないし、そんなに気にすることじゃないと思うけど。ほらお兄ちゃん、早く早く。ねえ、こっちなの？マンションとかアパートなの？なんだ。お兄ちゃんの下宿先ってここ？なんですか、騒々しい。
お嬢様、そのような大声を出されては恥ずかしいではありませんか。さ、中にお入りになって。高村様ですね。お待ちしておりました。仲介者の方からご連絡は承っております。本日からここをご実家のおつもりでお使いください。よろしいですね、お嬢様。ようこそ天川邸へ。改めまして紹介だよ。私のことはもういいとして、こちらはこの別荘の管理と私の世話をしてくれている執事の嵯峨野さん、サギーだよ。お父さんと昔から仲が良かったのはさっき話したよね。お噂は旦那様やお嬢様からよく伺っております。はい、自己紹介も終わったし、ご飯にしよう。お腹すいたよ。みゃーみゃーみゃー。月読み。みゃ変わった生き物でしょう。私にもよくわからないんだけど、ちゃん？どうしたの？なんかお兄ちゃん顔色悪いよ。どうしたの？疲れが溜まってるのかな？なんともないけどな。この子ね、私がここに引っ越してきて、お父さんが行方不明になった頃にひょっこり姿を現すようになったの。不思議と愛嬌のあるやつですな。寂しい時そばにいてくれるんだ。
でしょ。さあさあ、もうすぐお夕飯の支度ができますよ。ほら降りてね。ねえサギー、これここにあるの運んでいいの？構いませんよ。一緒に運びましょう。ああ、高村様はそちらにおかけになってお待ちください。さようでございますか。それでは全員で食卓に並べるといたしましょう。聞けばわかるよ。でもそれも仕方ないことだよね。サギーの作る料理は超一流なんだもん。恐れ入ります。はい、お口に合いますかどうか。再びお兄ちゃんに会えたことに乾杯。いただきます。本当でございますか。おお、ありがたきお言葉。サギーの料理最高。ありがとうございます。また不摂生してたんでしょ。いけないんだよお兄ちゃん。コンビニのお弁当とかばっかりじゃ。栄養あるもの食べないとダメなんだよ。でしたらここにいらっしゃる間はせめて栄養のあるものをきちんと取りませんと。かしこまりました。
お待たせいたしました。お兄ちゃんよく食べる。それは。高村様、それはおそらく己の寿命を縮める。詐欺？なんでございましょう。私頑張るよ。なんですと？私の手料理をお兄ちゃんに味わってもらうの。楽しみにしててね。絶対美味しいの作るからね。高村様、どうかご無事で。お兄ちゃん、私入ってもいい？私はずっと塩らしいよ。なんてこと言うのお兄ちゃん。昔は昔、今は今だよ。私だっていろいろ成長してるって言ったでしょ。男の人の部屋に入るのにそりゃ少しは遠慮するもん。それでもなの。そんな女らしくなったらなんて照れます照れます。お姉ちゃん、また会えて
嬉しいよ。それじゃおやすみなさい。
お兄ちゃん、朝ですよ。ほら、お兄ちゃんってば。おはよう。ノックしても応答がなかったから入ってきちゃった。お兄ちゃんすごい寝癖。でもお腹すくよ。早く起きないと遅刻しちゃうよ。変なお兄ちゃん。そうか。高村様、おはようございます。お兄ちゃん。お嬢様、まだ話は終わっていませんよ。いけません。お嬢様、聞いてください、高村様。私が朝食の支度をしようと今朝キッチンに参りましたら、お嬢様が買い置きしてあった食材を無断で全て使われて。全部使う気なんてなかったの。でも夜中にお腹が空いたのなら一言言ってくだされば私が作って差し上げますのに。違うよ。
朝食内緒で作ってあげようと思ったの。でもなんだか調子悪くてうまく作れなくて、その結お嬢様。果ごめんなさい。お嬢様、私も言い過ぎました。申し訳ありませんでした。サギというわけで高村様、申し訳ないのですが朝食は。お兄ちゃん、時間もう時間がないよ。ああ、お待ちを。確かここに。これをお持ちください。お腹の足しにはなるでしょう。いちご大福とどら焼きだね。でもいくらなんでも朝からこれは。お兄ちゃん待ってよ。お気をつけて。お兄ちゃん遅い。先生もだよ。じゃあ行くよ。
だってあの時は知らなかったんだ。すごい顔で追いかけてきたんだ。なんかいい匂いがするぞ。ああいいのか？のか？お前いいやつだな。教授、私は皆木誠だ。あ、うまい。いちご大福はまだ作ってもらったことがない。教授は舞のことを知っているのか？ああ、知っている。舞は私のルームメイトだ。昨日はまだ知らなかったので、弁当を取ったら夜ものすごく怒られてしまった。だが舞は私を許して美味しい夕飯を作ってくれた。舞はいいやつだ。それに一緒に寝てくれる。教授、先生みたいなこと言うな。そうだ。でも教授は本当に先生なのか？見えないぞ。先生はもっと大人じゃないのか？どうした？お腹が痛いのか？
これか？これは昔からこうなのか。あまり人に見せるものではないと言われている。いちご大福をくれたから少しだけ見せてあげただけだからな。知らないが、私は姫だぞ。そうだ。私も食べ終わった。ありがとう。それじゃ。失礼します。はるかちゃん？何か用かしら？ちょっと待ちなさい。我が子の私服通学を認めてないわ。生徒手帳にそうあるでしょ。持っていない？ちょっとどういうこと？生徒手帳を常時携帯、生徒としての基本でしょ。ほら、
54ページに常時携帯する義務を負う旨が書かれているわ。まさか読んだこともないなんて言わないわよね。まあはるかちゃん、落ち着いて。これが落ち着いていられるわけないでしょ。規律を守ろうとしない生徒が増えていく一方なのに。もうただでさえ最近は原因不明の事故だって多発してるし、何の対策も取ろうとしない会長が理解できないわ。大体そうだよ、私たちが興奮しても仕方ないんだからね。会長が何でもかんでも放っておくからこうなったんでしょうに。とにかくこの格好で校内立ち入り禁止。今すぐ着替えに戻って遅刻届を担任のってそもそもあんたうちの学生？今何と？ユキノ、警察に電話してパトカーを回してもらってちょうだい。天川咲松ぼっくり健太くん？和食の基本一貫。恋に恋するお年頃なの。ダーリンのハートをゲットだぜ。手料理編。貸し出し日7月1日。図書館の管理帳ですね。学内に不法侵入、生徒の個人情報を狙い重要備品を窃盗。これは立派な犯罪ね。往生際が悪いわね。ほら来なさい。そんなの知ったことじゃないわ。おっとあんた、仮病のつもり？見苦しったらありゃしない。ほらさっさと立ちなさい。はるかちゃん、この人顔色良くないよ。本当に具合が悪いんじゃないかな。は？
ちょっと、あんた本当に。ああ。あんた、一体何者なのよ。臨時講師？あんたが？失礼ですが、お名前は？いつからって話だったっけ？今日からだったと思うよ。名前も合ってるし。出席簿は？本物みたい。それに今の時間は職員室にも他の先生方の目があるから盗むなんて。信じられないわ。と言いたいところだけど、残念ながら信じないわけにもいかないようだし。すみませんでした、高村先生。そうよ、ユキノ。この男が紛らわしい真似をするのがいけないんだから、謝る必要なんてないわよ。何か？ろくでもないことばっかりよ。もう何もかも気に入らない。大丈夫でしたか？お騒がせしてすみません。ええ、そうですよ。新しく赴任された高村先生ですね。これはご挨拶が遅れました。僕は生徒会副会長の神崎玲斗と言います。新任の先生がいらっしゃることはすでに聞き及んでおりましたから。こちらこそ。レイトさん、どないしはったん？そちらさんは？うちとですか？いいえ、ございませんよ。お初にお目にかかります。新しく赴任された高村先生です。ほら、執行部の方々とすれ違ったんですよ。
まあそらえらい災難度したな、高村先生。彼女が麗しの生徒会長宇治野しずるさんです。いややわ、からかわんといて。藤野です。よろしくお願いします。ついでにさっき出て行ったのが我が生徒会の特攻隊長鈴代遥さんと菊川由紀乃さんですね。まあレートさんったらついでにやなんて失礼ですよ。申し訳ありません。ところで高村先生、担当される科目は何ですか？ご趣味は？